より良いこれからの自分の将来を見たときに今何を選択するのか、どちらを選択するのが一番いいのかということがはっきり見えればそこに迷いはないんです。ペンネーム悩み人さん。40代の男性からいただいたお悩みです。いつも一問一答を聞かせていただき、自分自身の生き方を見直すのに参考にさせていただいております。ありがとうございます。26歳の時に今の会社を創業しまして、現在22期目に入っております。数年前までは会社の成長を生きがいに無我夢中でやってまいりました。またその反面、調子に乗って自分の無知からメッキが剥がれるようにいろいろと歯車が狂い出し、ほころびたところを数年かけて直しやってまいりましたが、限界が来ているように感じます。これ以上続けていくと周りに迷惑をかけてしまいそうに感じます。今年で49歳になりますが、いっそのこと一度人生、今の仕事をリセットして、今までとは全く違う新しい分野で、今までの失敗を反省して生かして、もともと幼少の頃からやりたかったことで新しい事業を始めようかと考えております。子供も独立して家内も私の考えに賛同してくれています。ただ反面、私の無知さに今の会社が経営難になったため投げ出し逃げ出すように思えることや、一つのことがうまくできなかったのに次の事業が成功するのかという不安や、長年お付き合いしてくださったり応援してくださっている方々に対して裏切っているような自分の嫌気を感じたりとか、まだ何とかしがみついていれば状況は変わるんではないかとか、いろいろ感じることがありますが、限界が来ているのが分かっているのにあれこれ考えて、この1年間堂々巡りをしております。一日も早く決断しないといけないのにまだ腹が決まりません。人生の分岐点で本当に心が揺らがない決断力、胆力をつける方法を教えてください。優柔不難な人間の悩み事で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。禅の言葉で私がとても大事にしているものがあります。冷暖自治というものです。冷暖自治。これは冷たいものに触れば冷たいと感じる。熱いもの、温かいものに触れれば熱いと感じて手を引っ込める。自分が体験をしてみて、そのことから学んでいく。これが本当の体験値である。そのような意味が含まれています。冷たさをどれだけ詳細に言葉を尽くして説明をしても、冷たいということを感じたことがない人には、その冷たさは本当にはわからない。熱いという状態をどんなに言葉を尽くして説明をしてみたとしても、熱いということを感じたことがない。熱いものに触って手を引っ込めて思わず熱ってやったことがない人には、それは本当にはわからない。そのような意味です。子育てにおいても、人生の経験においても同じです。子供たちにしてもね、どんなにお説教をしたところで、体験をしてみなければ子供はわからない。これは危ないよ。やってみないとわからない。包丁を持って危ないよ。でも包丁でちょっと指を切るという経験をしてみないと、その包丁の痛さはわからない。その傷口の痛さはわからない。さて、事業を起こされて22期目ということで、よく、頑張ってこられたと思います。いろいろと、今、もう40代後半に差し掛かられるわけですね。なので、悩み人さんの今の50近いですね。で、50近い40代、もう後半に差し掛かっている時に、22期続けてきた仕事を辞めるなら今、新しいことを始めるなら今、でも、という気持ちがある。で、これは悩み人さんに限らず、多くの中小企業の社長さんたちが、その事業が立ち行かなくなった時に立たされる状況であって、
これは悩み人さん特定のものではないですね。で、本当にその一つの事業を長く続けていくということは簡単なことではないんです。事業を起こすのはそんなに難しいとは思いません、私もね。自分で実際にそれをやってみて、私もいろんな事業を起こしてきましたけれども、それが始めるのは結構勢いでできる。けれども、これを長く続けていくっていうのは結構難しいんですね。で、悩み人さんの問題は何かというと、やはり何をどうしたら今の事業がうまくいくのか、そもそもその事業が伸びていく事業なのか、利益が、うまくいくっていうのは利益が出るっていうことですからね。で、利益が出るというよりも利益を残すということですね。利益を出して経費を払って、そして残ったお金、そこからまた税金が引かれて最終的に残ったお金、これがどれだけ残るかということが当然事業がうまくいくということなんです。去年よりも今年よりも来年、少しずつでもいいけれども植物が成長していくように育っていく。このことが、経営がうまくいくということですね。で、やはり事業はそもそもその事業自体が最初からね、最終的に手元に利益を残すということがしづらい仕事が最初からあるわけですし、手元にもともと残りやすいという仕事があるわけです。でも、それはやりがいがあるので自分がやるというならいいけれども、そもそものそのビジネスモデルといいますか、仕事のモデル自体が伸びないことであれば、これはどんなに根性があって頑張っても、働いても自分が思うような結果にはならない。それはもう当然なんです。さらにそこに一人でやってる仕事でなくて、従業員がいたりとかすれば、その当然マネジメントの問題も出てくるし、いろいろな問題があります。しかもお客さんも、一回来てくださったお客さんが永遠と来てくださるわけではない。常に新規のお客さんが入ってこなければいけないし、そして既存のお客さんたちもきちんと信頼をつないでいかなければいけない。それはもう大変ですよね。やらなければいけないこと。そして知っていなければいけないこと。でしかも自分の会社だけじゃない。同じような商品、同じようなサービスを提供している会社は見渡せば5万とあるわけです。そういった中で、ライバルと言われる人たちもどんどん増えてくる。自分では一生懸命やってるけども、それ以上により良きサービスとか商品を低価格で提供するという会社が近くに出てきてしまえば、それはもうそちらにどんどんシェアを奪われてしまうわけです。大変だと思います。さて、冷暖自治。一番最初に申しましたけれども、そういった中で悩み人さんの問題は何かということは、暑い、寒い、痛い、かゆい、嬉しい、含めていろいろな経験を22期の中でこれまでされてきたと思うんですね。そして前は見えなかったことがだんだん見えるようになってきて、経験を通して見えるようになってきて、どうもこの仕事はこのまま続けててもうまくいかないんじゃないかと。ここからこのほころびを取り繕って全体的にそれを見直していくということをやってさらに伸びるのであればいいけれども、この仕事に可能性がどうもないなということも含めて、これは直感的にかきちんとデータに基づいてかわかりませんけれども、それを自分で振り返ってみたときに、見えるようになってきていることと、まだ見えないこと。この狭間にあって、自分でペンネームを悩み人としてらっしゃるような状態に陥っていらっしゃるんだと思います。経営者が、その会社が立ち行かなくなったときに、それを何とかしようとしたときにね、一番早いのは、それを客観的に見て、この経営を続けていく方がいいのか、それともそうでないのか。これがはっきり自分で見えたら、それはそれに越したことはないんです。でもそれが見えないという場合にね、方法としてはいくつかあるわけです。で、今、悩み人さんはこれがはっきり見えないがゆえにね、悩んでらっしゃる。決断力とか胆力っておっしゃるんですけど、もちろんそれも大事ですが、そうではなくて、より良い未来を想像してみたときに、今自分がこれまでやってきた事業を畳むという決断をした方がいいのか、
それとも新しく事業を起こした方がいいのか。これが客観的に見て、どちらの可能性の方があるのかということがはっきり見えたら、決断力とか単能力じゃなくて分かるんですよ。あ、もうこっちに行った方がいい。こっちに行こうって。もちろんそこにはいろいろな犠牲も伴いますし、痛みも伴いますし、これまでお世話になったお客さんとかもちろんある。いろいろね、そういう人たちに迷惑かけてしまうということもある。でも、より良い未来を見たときに、より良いこれからの自分の将来を見たときに、今何を選択するのか、どちらを選択するのが一番いいのかということが、はっきり見えれば、そこに迷いはないんです。だから迷い人さんの問題は何かというと、そこが見えないことということです。さて、処方箋。悩み人さんへの処方箋は何かというと、自分で決断できないのであれば、それを決断する手伝いをしてくれる人、アドバイザーを持つ。もしくは、自分で決断をどのように、こういった状況においてどのように決断をしていけばより良き選択ができるのか、決断ができるのかということをきちんと学ぶということです。それによって自分で決断を下すこともできる。ね。あるいは自分よりもよく経営が見えている人に状況をきちんと話してどちらがいいんでしょうか。そしたら自分よりも経験を積んでいる人であれば、こっち行った方がいいよっていうのも一発でわかります。一瞬でわかります。もっと細かく、私もね、今のどういう仕事をしてて、どういう感じでっていうことがわかれば、そしてまた新しく始めようとしている、昔から自分がやりたかったことは何なのか、それをどうやってやろうとしているのか、資金がいくらあってどうやって、もうこれは、100% ではないですけれども、経験を積んできた人には、見える人にはちゃんと見えるんです。なので、私でももうちょっと細かしく聞かせていただければ、どっちの方がいいっていうようなことのアドバイスはできます。それから、本当にただね、この時に大事なことは、じゃあ、どういう人をアドバイザーに選んだらいいのか。それから、どういうふうに自分の授業をこれから続けていっていいのか、それとも畳んで新しいことを始めた方がいいのかっていうことが自分で判断できるのか。それをどういうものから学んだらいいのか。ここも、むしろこここそ、冷暖自治です。必ず、大きな仕事をなせばなすほど、様々な角度から自分の決断というものを検証して、そして、うまくいくかもしれない、うまくいかないかもしれない。でも、うまくいく確率の方が高いのであれば、今5。うまくいくかもしれない、うまくいかないかもしれない。でも、うまくいかない確率が高いんだったらそれをやらない。当然のことのようですけど、そのことを判断していくのに、時として自分だけではそれが判断できないことがあります。一国の長にまで上り詰めた総理大臣であっても、アメリカの大統領であっても、むしろ大経営者と言われる人であっても、そういう人であればあるほどいろいろな人たちをあらゆる角度から自分の決断が大変な結果をもたらしますからね、決断間違えたら。ですから、あらゆる角度からアドバイスしてくれる人っていうのを置いておいて、そしてできるだけより良い決断ができるようにしていく。それをひっくるめて経営なんです。社長っていうのは孤独な仕事ですね。自分ではいろいろ迷っても、迷った時にアドバイスしてくれる人がいないんです。会社の中だったら自分より経験してきてる人いないですから。それで、いろいろ異業種交流会とか、そういうところに行って名刺交換して、いろんな社長さんたちと付き合う。けどやっぱり、自分との会社と同じような中途半端な結果の会社の社長さんたちでやっぱり同じような感じなんです。コンサルタントと言われる人でも、いろいろなことの事例を研究してますけど、自分で冷暖自治を経験してない人たちっていうのもいるわけです。そう。今私は答えを言いましたが、処方箋としては圧倒的に自分よりも冷暖自治を経験を積んでいて、圧倒的に成果を出している人のアドバイスを仰ぐ。もしくは、そういう人から経営をこの機会にきちんと学ぶということ。今の仕事を続けていくにせよ、次の仕事に移るにせよ。しかも、今の仕事をどのようにお世話になった人に迷惑をかけずに畳むかということも含めて、
経験をしてきた人というのは、これまで様々な熱いものに手を突っ込み、冷たいものに手を突っ込み、自分の肌感覚でそれを経験してきてますから。やはり、そういう方々にアドバイスを仰ぐことができる。むしろ仰ぐべきだと私は思います。自分で判断ができないならば。今本当にこうした中小企業の社長さんからの問い合わせというのが非常に増えてきています。私も自分でいくつも事業を立ち上げ、今も現在進行で新しい事業というものがどんどん立ち上がっていっている。同時に自分で始めたことを泣く泣く畳んできたこともあります。でそういう中で経験を積み重ねていくうちに、もう何かの事業を起こそうと思ったら、最初からその事業がどんなに下手くそにやったとしても、ある程度の成果を生むということしかやらないので、やった事業というのは仮に失敗したとしても、ほとんど痛手がなく、それを避けることができる。これが霊団自治を通しての経験です。私だってそんな偉大な経営者ではない。小さな事業をどんどん立ち上げていき、その事業によって自分が自分の生きがいとして仕事を生涯の楽しみとして思い切って自分の感性を発揮しながら社会に貢献していく、そのような人を育てるというのが今の私の僧侶としての使命だと思っていますけれども、当然私よりももっと経験を積んだ方もあられましょうし、また悩み人さんの近くにいられる方でそういう方があるかもしれない。なので、もしそういう方があれば、思い切って教えを請うて、こういう状況なんですけれども、どうしたらいいでしょうかということを自分の一人でね、いたずらに時間を過ごして、年も取ってきますよ。状況も悪化します。さらに中途半端にお客さんも増えていってしまうかもしれない。やめようかなと思ったらポポポッと受注が入ったりして、やめられなくなるんです。でこのタイミングってやっぱりとっても大事です。うまくいく人ってね、必ずしもやってることが素晴らしいだけじゃなくて、それをどのタイミングで始めるか、どのタイミングでやめるか。これが、やっぱりね、結果的にいいタイミングで始めて、いい時期に乗っかったり、いい時期にやめたりしてるんです。で、そこも含めて、自分で今見えてないのであれば、自分の決断ということを一回プライドを捨ててね、自分よりも経験を積んだ人にその教えを請うというのも、むしろそうした方が早いと思います。それを求めて私にご質問をなさったのかもしれませんけれども。だとしたら、それはそれで私も受け止めたいと思うんですけれども、具体的な詳細のことがないので、いい加減なことはやっぱり言えない。ただ一つ言えることは、それが誰であれ、自分よりも圧倒的な霊団父を経験しており、さらに圧倒的な結果を出していらっしゃる。そのような人にアドバイスを求め、そしてできるだけ早く続けるにしろやめるにしろ決断をするということです。決断というのは常に今の状態を見て、今のためにするんじゃないです。少し先の未来を見て、より良い未来のために今どの決断をしなければいけないのかということ、これがポイントです。手前味噌のような宣伝になるかもしれませんが、ナーランダ出版というところから決断力という私の教材も出ています。それから中小企業の人たちからの悩みがあまりに多いので、中小企業の人たちが自分でできるだけ決断ができるように、また過去の先人たちが、天才たちがどのようにしてこういう時に決断をしてきたかということを具体的に習得できるような、そういった今、研修なんかもね、非常に多くのところから望まれています。私もお坊さんとしての自分の修行と、それから活動の合間に、そういったことの需要があるのであれば、そういったことも少しずつお答えをしていきたいと思いますけれども。けれどもね、取り急ぎ、悩み人さんに対して処方箋として出せるのは、自分一人で決断できないのであれば、霊団自治を圧倒的に経験しており、かつ、成果も圧倒的に自分よりも出している人、そういう人たちを求めて、そのアドバイスを聞いた上で、できるだけ早期に、この先の決断を出されるといいと思います。胆力を育てる、決断力を育てる。これは、そういったより良き決断を積み重ねていくということが一番の近道なんです。
決断を今まであまりしたことがない状態でいきなり決断力をどうやってつけたらいいですかっていうのはかなり難しい質問なんですね。特に今回のようなもうどうするかっていう人生をかけた戦いの中、人生をかけたこの崖っぷちのところでどうするかっていう決断を積み重ねていくことによって胆力が育ち、決断力が育つんです。で、今までそれをしてこなかったんですね。だからそういう意味では今回初めて身体をどうすべきかっていう大きな決断の時に来られている。この時に自分よりもすでに経験を積んだ人にアドバイスを求めて、そして最終的には決断するのは自分ですけれども、その決断の一つの判断材料にするということ。これを自分がわからないまま、愚かな状態のまま中途半端な決断はしない方がいい。ですから、先ほど言ったように決断をするということは大事です。けれども、やめるにしろ始めるにしろその時期も必要。始めることも最初からそれがうまくいくという設計ができていなければ始めてもやっぱりうまくいかないんです。このことが見えない状態で胆力をつけて決断力をつけましょうっていうのは所詮無理な話なんです。今回が決断力をつけていくという上でね、とても大きなタイミングになると思うので、ぜひ独りよがりにならずにアドバイザーを求めて、そのアドバイザーの意見、その意見というものを参考にしながら、最終的には今回の決断を自分で下すことによって、一つ自分の決断力が上がる、レベルが上がる、自分の胆力が一つつく。そのように考えてね、今回の決断を下していただければと思います。応援してます。頑張ってください。